たった今ホルムズ海峡でミサイルが飛んだのだ。イランの国営メディアによると、米軍がイランのタンカーを攻撃し、イランがミサイルで反撃したのだ。バンダルアッバス港とケシュム島で爆発が確認されているのだ。ミサイルが飛んだんですか？ホルムズ海峡って日本の原油輸入の8割が通る場所じゃないですか。それが今まさに戦場になってるってこと？私たちの生活に直撃しますよね。今日は5本のニュースを駆け足でお届けするのだ。最後の1本が実は日本人のサブスク費用に直撃する内容だから、絶対最後まで見てほしいのだ。まず1本目、ホルムズ海峡の続きを整理するのだ。ミドルイーストアイによると、イランの国営放送 IRIB が軍の高官の話として、米軍がイランのタンカーをホルムズ海峡で攻撃したと報じたのだ。その後イランは敵部隊に向けてミサイルを発射し、敵は損傷して撤退したと主張しているのだ。米軍は攻撃を認めてるんですか？イラン側の主張だけだとどちらが先に撃ったかわからないですよね。しかも原油がもうブレント100ドル台で、日本の輸送コストは具体的にどのくらい変わるんですか？米軍の公式発表は今のところ確認されていないのだ。ただオイルプライスの報道では、この日ブレント原油は1バレル100ドル62セント、ホルムズ海峡が1週間封鎖されるだけで、日本の石油備蓄は法定の90日分から実質70日を切る試算があるのだ。コンビの棚が静かに薄くなるイメージなのだ。さて2本目、トランプの EU 最後通帳なのだ。ハンデルスブラッド氏とルモンド氏が揃って報じているのだが、トランプはトゥルースソーシャルに EU が7月4日アメリカ独立記念日までに関税をゼロにしなければすぐにはるかに高い水準に引き上げると投稿したのだ。先週には自動車関税を15から 25% に上げると脅して、今度は全体の関税をゼロにしろって要求なんですか？要求と脅しを同時にやってる感じで、EU はどう反応してるんでしょう？ EU は今、合意内容の履行を交渉中という立場なのだが、トランプは、ウルズラ、フォン、テア、ライエン委員長とは非常に良い会話をしたと言いながらすぐ脅しているのだ。これ、クラスで仲良くしようねと言ってから翌日に、宿題やってこなかったら絶交というようなものなのだ。日本への影響を考えると、EU に 25% の自動車関税が課かれればトヨタやホンダの EU 向け輸出戦略が変わり、国内工場の雇用にも波及するのだ。対 EU 関税が引き上げられると、欧州からの精密機械部品の輸入コストも連鎖的に上がる可能性があるのだ。でも本当に怖いのは3本目なのだ。3本目はコインベースなのだ。CNBC によると、米国最大の暗号資産取引所コインベースが2026年第1四半期に1株当たり1ドル49セントの損失を計上したのだ。アナリスト予測は27セントの黒字だったから、大幅な下振れなのだ。売上高は14億1000万ドルで予測の15億2000万ドルを下回ったのだ。ビットコインが第1四半期に 22% も下落してたんですね。私の友人が NISA じゃなくビットコインに100万円入れてたんですけど、22% 続ってことは22万円層消えた計算ですか？それは痛い。その通りなのだ。しかもコインベースは同州に従業員の 14%、700人をリストラすると発表したのだ。会社側は AI 指導の事業再編が理由と言っているのだが、実態はトレーディング手数料が不振の時に支えるサブスクリプション収益も計画を下回ったのだ。手数料も定額収益も両方こけたのだ。コインベースが AI で効率化するから人を減らすって言ってるのは、要するに景気が悪い時の定番のリストラ理由に AI を上乗せした感じですよね。私個人的には AI を理由にしてる企業の半分くらいは本音が違うんじゃないかと思ってます。ここまでの3問をざっくり振り返るのだ。ホルムズ海峡でミサイル飛来、トランプ EU に7月4日最後通帳、コインベース赤字転落と700人解雇、この3つなのだ。次はカナダとアルゼンチン、そして日本人のサブスク費用に意外なほど関係するニュースが続くのだ。4本目、カナダが過去最大の貿易黒字を記録したのだ。オイルプライスによると、イランとの戦争で原油が1バレル110ドル超まで高騰したことで、カナダの石油輸出収益が爆発的に増えたのだ。ただし今日時点でブレントは100ドル台に落ちてきており、黒字幅は縮小方向なのだ。カナダは原油高で潤ってるのに、アメリカからは鉄鋼 50%、木材 35%、自動車 25% と大きな関税をかけられてるんですね。勝ってるのか負けてるのか複雑な状況ですね。カナダの立場としては原油高の明暗をどう評価してるんでしょうか？カナダの貿易黒字が大きいと何が起きるかというと、
カナダドルが強くなり、日本からカナダに留学したり旅行する際のコストが上がるのだ。カナダへの語学留学費用は1ヶ月平均30万円だが、為替次第でさらに5万から10万円高くなることもあるのだ。教育費の面でも無縁ではないのだ。ちょっと紬に聞くのだ。今の情報をまとめると、原油高の恩恵を受けているカナダと、原油高で輸入コストが上がる日本は、同じ、高い原油、という状況から逆の影響を受けているのだ。どちらの国が羨ましい？それはカナダが羨ましいですけど、原油に依存した経済って価格が下がったらすぐ崩れますよね。安定という意味では日本の製造業の方がまだマシかも。でも5本目は何ですか？日本人のサブスク費用に関係するって言ってたやつ。5本目の前に 4.5 本目があるのだ。アルゼンチンが WHO 脱退を拒否したニュースなのだ。ナシオン紙によると、クルーズ船メナボルト H オンビアスでハンタウイルスの集団感染が発生し、WHO 事務局長テドロス氏がアルゼンチンとアメリカは WHO 脱退を再考してほしいと訴えたのだ。アルゼンチン政府の答えは、我々の立場は変わらないだったのだ。さらに WHO はまた政治を科学より優先させ、アルゼンチンの試験的決定を条件にしようとしていると反論したのだ。感染症のパンデミックを防ぐには全加盟国の協力が必要なのに、主要国が抜けると情報共有の穴が開くのだ。日本にも関係しますよね。アルゼンチンやアメリカが WHO を抜けると、次のパンデミックの時に感染情報が共有されないまま日本に感染者が入国するというリスクが現実化しませんか？私たちの医療費にも切り込んでくる話ですよね。その通りなのだ。ハンタウイルスの感染者はすでにヨハネスブルクで死者が出ているのだ。クルーズ船に乗っていた80人以上の乗客が世界中に散っており、WHO はその接触者を追跡中なのだ。これを政治と一言で切り捨てるには少し怖い状況なのだ。さて、最後に5本目なのだ。欧州サッカーの準決勝、アストン、ビラがノッティンガム、フォレストを逆転してヨーロッパリーグ決勝進出。クリスタル、パレスは5対2でカンファレンスリーグ決勝進出なのだ。この話が実は日本人のサブスク費用と深く絡んでいるのだ。欧州サッカーの話、日本人のサブスク費用に直結するってどういうことですか？気になります。欧州サッカーの視聴権は DAZN が持っているが、この DAZN は2025年に値上げを繰り返し、月額4200円になっているのだ。さらに円安が進むと海外コンテンツのサブスクは軒並み値上げされる可能性があるのだ。推し活やスポーツ観戦の費用が年間で3万から5万円増える世界はもうすぐそこに来ているのだ。今日の5本で覚えておいてほしい数字は一つだけなのだ。7月4日なのだ。トランプが EU への関税引き上げを決行するかどうかのタイムリミット。この日までに合意できなければ、自動車、精密機械、農産物を含む欧州からの輸入品コストが連鎖的に上がり、日本の物価にも跳ね返ってくる可能性があるのだ。ホルムズ海峡の衝突も同じ日程間で動いているのが恐ろしいところなのだ。7月4日か。私、その日にどんなニュースが来るか怖い反面すごく気になります。EU 関税が発動すると思うか、しないと思うか、上がる、もしくは下がるでコメントで教えてほしいです。毎週金曜は地政学ウィークリーをお届けするのだ。来週もホルムズ海峡と EU 関税の続報を扱うのだ。チャンネル登録と高評価で通知を受け取ってほしいのだ。また明日なのだ。